Every minute slipping by, even when I close my eyes. Ruthless, I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. ボネケ本舗。久しぶりに晴れたパリ。今日は友人のポンちゃんと英子さんと一緒にバック通りのお散歩をする予定。ボンズー。その前にまずはコーヒーとパンで軽い朝食をいただくためにこのレストランへやってきました。ここの中庭が静かでとっても素敵なんです。今までなかなか来る機会がなかったけど、今日はようやく来ることができました。このレストランの中を通った先にあるのがこの美しい中庭なんです。いくつかのテーブルにはもうランチ用のテーブルクロスがかけられていますね。次回はランチをしに来てもいいかもしれませんね。大通りがすぐそばにあるとは思えないこの静けさ。とても綺麗なお庭です。ここで今日は朝食をいただきます。こんな感じですよ。まさに私が憧れるパリのアパルトマンの建物に囲まれたとっても美しいスペース。植物がレンガ造りの壁を伝うとっても落ち着いた雰囲気。今朝は私たちがここを独り占め。はい、エコちゃんは？私もじゃあアロンジェとここで3人の持ってきたバッグを見ていて、3人3様なことに気がつきました。かわいい。ブランド好きなエコさん。だってね、でもこのポッケコーチが好きだし後ろのポッケがあるの？ほらパスモとかうん便利。モードで可愛いものが好きなポンちゃん。本当だ。便利。かわいい。実用的な美しさのあるものが好きな私。それぞれの個性が現れていますね。あ、美味しそう。メシー。まずはカフェアロンジェからいただきます。そしてクロワッサン。すごい大きいんですけど、これめっちゃ大きい。このサイズですよ。大きい。まあ普通です。この雰囲気なので美味しいです。なんといってもこの雰囲気。お買い物のついでにぜひどうぞ。ボネケ本舗。そしてまた別な日のパリ7区。この日はフラワーアーティストの幸子さんと一緒にボンマルシェで開催中のパリパリという企画展でお買い物をしに行ってきました。白くて可愛いエッフェル塔。パリのお土産に欠かせないものが勢ぞろいしているという噂。なんて可愛い青空と白い雲のデコレーション。期待が高まります。まずはここからゆっくり見ていきましょう。早速私が手に取ったのはブリジット・タナカのオーガンジーバッグ。読めない。これだね、これだ。かわいい。やったー。かわいい。こちらはバゲットを入れるためのオーガンジーバッグ。可愛いですよね、バゲット。これは本当に可愛くて、普段バゲットを買わない私も欲しいと叫んでしまいました。これはブラスリーデュビロのお皿。可愛いね。このね、白と。こちらはサンジェルマンにあるブラッスリーリップのコーヒーカップとお皿。ポールベール11区にあるビストロポールベールのお皿とトートバッグ。これ欲しかったけど私の予算オーバーで断念。ピエ・デ・コション。レアルにある年中無休のレストラン。すごい可愛いです。あ、ろうそく？へえ。あ、ろうそくですね。面白い。こんなカマンベールみたいなろうそく？面白いですね。
これなんですかね。これは実はフランス人が大好きなソシソンとカマンベールチーズをまるで本物のように作ったユーモアあふれるデコレーションなのだそうです。非常食ソシソン、もちろん食べられませんよ。ここにも私の好きなお皿がありました。カキバターです。次がこれがワインのコルク開け。次に見つけたのは小さなノート。これは一体？これは何？私のパリ旅行でイラストが自分で絵を描くんだ。ここに自分の日にち、いつからいつまでででパリに到着した時一番最初に見たもの。なるほど。キルフェコネットスフェコンパーネ。で自分の意思を伝えるのに伝えなきゃいけない言葉、知らなきゃいけない言葉、だね。ここにメモしてでモニュモンルプリアンプレッショナ気になったモニュメントでルモアイアンドゥトランスポークジェルプリュユティジェ、これはメトロでしょう。一番よく使ったトランスポート、デクベートラプリュエトナント。パリに来てきっと何が一番驚いた発見だったか。マプリュベルランコンとかなんか出会ったものと美しい出会い。アンドワウジリュニュドフミア。すごくよく眠れた場所。エクスペリエンスキュリネ、一番美味しい経験をしたものかな、美味しかったものかな。マピオエクスペリエンスキーまずかったものかな一番。ルプリュボーパサージュデスワヤージュ、一番綺麗な通り、今回の旅行で。いや面白いね。これパリに来た人にプレゼントしてあげたら確かにね、面白いかもしれないね。いいアイディアだと思います。かわいいかわいい。本当だ。手頃ないい、お土産になるかもこれ。これからのクリスマスシーズンには必需品ですよね。パリのマッチか。そうだよね。あんまりマッチ今使うことないけどね。かわいいです。小さなパルファンたち。でもそのネーミングがユニークだったのでその理由を伺いました。するとそれぞれパリの一面を表している香りなんだそうです。パリをプレゼント。メシメシ。面白い。クロワッサンカフェだって。ちょっとこれ試してみよう。クロワッサンカフェ？甘い。でもクロワッサンでもカフェでもない気がする。本当だ。二日酔いの香り。ちょっと待って。二日酔いの香り。すごいいい香り。そうなんですか。本当だ、いい香り。なんでこれスパイシーでウッディな香り。二日酔いにいいとかそうかな。二日酔いにいいのかもしれないね。そうね。面白い。確かに二日酔いに良さそうな香りでした。海と太陽。海と太陽の香り。海と太陽の香り。なんか懐かしい感じ。そうですね。なんだっけこれ。パリフィギュグラスネロル。ネロリ。やっぱりそうだよね。なんかこうちょっと懐かしい草っぽい。エスプリの効いたネーミングは面白いけど、どれもとっても良い香りのパルファンでした。チケット入ってるほら。本当だ。かわいい。パリのチケット指。かわいい。かわいいね。かわいいですね。何入れますかでも。何？可愛くて何も入れれないね。やっぱりフランス製のものは
おしゃれで楽しいものが多いですね。そして噂で聞いていたこれ、チョコレートのエッフェル塔。思ってたよりかなり大きいけど、本当にこれ全部チョコレート？というわけで匂いを嗅いで試してみようとしたけど、本物ですかね。あまり匂いは分かりませんでした。でも本物のチョコレートだそうです。青空をバックにチョコのエッフェル塔、可愛くて美味しそう。これほら、胸がクロワッサンになってる T シャツ。これちょっと着るのに勇気がいるかな。これはオニオングラタンスープ。そしてここにあったのはパリで手作りされているあのアスティエ・ド・ビラット。これはこの巨大なゴブレットではないですよね。はい、乾杯。持ち上がらない。とにかく不思議な魅力がありますよね。食器というよりは美術品。アスチアをここで手に取って見れるなんて嬉しいですよね。これは指輪が持ち手になった憧れのカップ。もうこれ憧れ。割れてしまったらと思ったら怖くて使えないけど、眺めているだけでも幸せですよね。でもこれなら私にも手が届きます。カフェ・ド・フロールの器たち。これ買おうかな。さて気になるお値段は？これだったら欲しいので買える。普段あまりアクセサリー類を見ない私もつい足を止めたこのピアスとネックレス。綺麗、かわいい。このパリのアルファベットのネックレスもすごく素敵。なんてゴージャスな指輪。こんなに可愛くてお手頃価格のものもありました。そしてパリといえば美味しいパンとお菓子というわけで、こんなものだって。これは巨大なクロワッサン。字が普通の、でもそれでもちょっと大きめね。大きいじゃーん。はい、大きいです。こっちが小さいマドレーヌで、こっちが大きいマドレーヌ。はい、なんか乗ってるのも可愛い。可愛いですね。特大クッキー。特大クッキーね。ちっちゃいのと、ほらこんなに後ろに並んでるのがちっちゃいので、これがすごい大きい。どれもパリ旅行のインスタ用の写真にはぴったりの小道具になりそうですよね。これも可愛いね。こうやって入れてくれるんだよね。そしてこんな可愛い意外なものを見つけました。パリを楽しく発見できる着せ替え人形キット。 It's all French English. You're gonna take out the pieces and put them on the box like a suitcase. It's gonna be magnetized. And then you discover Paris. So you have this map of Paris Yes. with 45 restaurants. That's a real restaurant. Yes. And they are all illustrated here in details. And then you can also write down your own addresses here and create the looks. It's not exactly for kids. Not only for everyone. Everyone. I see. And we can discover Paris. Exactly. And you can also discover the south of France, Provence. Previous volume, volume 5, also numbered. That's interesting. Thank you. Really interesting. Thank you very much. 今度は2階の展示場へ。また雲。いいですね。お空に昇る気分です。すごい可愛い、本当に。今回の企画大好き。
まるでアミューズメントパークの中へ入っていくみたい。商品もとっても興味深いし、この演出にもワクワクが止まりません。パリの20区のイラストが描かれたブルーがとっても美しいトートバッグとスカーフ、どれも全部欲しいものばかりで本当に困りました。そして旅行のお土産の定番、スノーボール。あ、可愛いですね。これ実は私はうっかり買うのを忘れてしまって今大公開。そしてパリという言葉で私が思い浮かぶ人物の一人がこの人、ゲンズブール。私のパリジャンのイメージそのままの人。また下の階に戻ります。今度は地上に舞い降りる気分。買いました。可愛い。ボネケ本舗。今日は先日ボンマルシェへご一緒していただいたフラワーアーティスト幸子さんのお花のブーケのレッスンの日。その会場となるここはパリ7区にあるとっても素敵なアパルトマンの一室。幸さんが管理なさっているコーワーキングスペースなんです。この憧れの7区のアパルトマンでのレッスンなんて素敵なんでしょう。これ今日の素材のお花ですか？幸子さんがマルシェで事前にセレクトしてくださったお花たち。このコーワーキングスペースを運営なさっている幸さんもご参加。すごい香りなんですよ。そうなんですよ。私も試しに嗅いでみました。本当だ、いい香りですよね。パリ在住者以外にも日本からいらした方もご参加なさっていましたよ。カラー水を入れてそこで色を染めてるものです。あ、これ染められた色なんですか？でこちらはさっきと同じで、これもトルコキキョウですね。これは自然な色で染めてはないです。あ、なるほど。本当だ。違いますね。染めるとちょっとストライプのような感じ。C'est quoi celle-là? Ça c'estダリア。これがダリア。ダリアですね。はい。秋なんですか？そうです。秋ですね。そうですか。8月の終わりから出ることもあるんですけれど、大体終わりから9月10月。幸子さんの今日のワンピースもカラフルなお花柄ですね。日差しがたっぷり入るこのアパルトマンにお花はぴったり。庭のような、こちらがスカビオサス。お花様覚えられませんか？そうですね。すいません。なかなか覚えられない。こちらがケイトウ。フランス語でケイトウの花はクレット・ドゥ・コック、鳥のトサカです。日本もフランスもイメージするのは同じものなんでしょうね。今日はこちらの花を作って、まず私が最初にブーケを作ってお見せするので、その後皆さんに作っていただきます。まずは先生の幸子さんがお手本を見せてくださいます。この葉物、これがとっても大事なんだそうです。リズミカルにお花の下準備を済ませていく幸子さんの手、一見簡単そうに見えるけど、これが実はかなり難しいんです。以前にベルサイユのフラワーショップを撮らせていただいた時に、私は一度ブーケ作りに挑戦したことがあります。その時にブーケ作りは美的感覚だけでなく、握力や決断力も必要なんだと痛感しました。幸子さんのブーケ作りの過程を見ているだけで、その美しさにとっても幸せな気分になれました。斜めに入れて回す？そうですね。自分の手元に、手元の前にお花が来るようにはい。入れます。それが一番肝心な気がする。これの繰り返しですね。なるほど。この幸子さんのお手元、じっくりご覧になってくださいね。皆さんも真剣。手元に葉っぱが来るので、頭皮のこ
オレンジと青のハーフ対色を使ったできるかな。いよいよ次は私たちが実際に作ってみる番。まずお花を選びます。でもご安心を、もちろん幸子さんがお手伝いくださいます。そうですね。よく紫とかで濃い色だけど、こういうの綺麗ね。ね、初めて見た紫はよく見る。ね、アンティークっぽい感じでね。そう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 。すっごい初めてね、こんな系統初めて見ました。美しい。これを束ねるんですね。これからが問題なのですよ。私どうも得意じゃないんですよ。こういうね、前にもね、ゆこちゃんと一緒に行ったお花屋さんでトライしたよね。すごく難しかったから。大丈夫大丈夫。大丈夫？はい。幸子さんがいるからね。はい。ここで前回のブーケ作りからうっかり勘違いしていたある事実が発覚。そうですね。こう回していく。逆か。逆だった。今から逆回し。こうすると手がそうなんですよ。そうなんですよ。そうですね。そうです。こう回してても。早く聞けばよかった。同じになるからこれにしようかな。見てたらすごいなんか刺さってやったのに実際やったらすごい難しい。難しい。難しいですよね。皆さんのブーケが着々と大きくなっていますね。素敵。ね。綺麗綺麗。思ったように丸くはならなかったけど、一応完成。可愛い可愛い。私の平面なのにすごい上手。すごい素敵素敵。ねえ、綺麗。二人とも素敵よ。幸子先生と記念撮影。最後は綺麗にラッピングをしていただきました。そして幸子先生のレースの布を使ったデコレーションの裏技。これブロカントで買ってきた。その布を黒に変えると。黒だとちょっとシックな雰囲気。本当だ。変わった。そして最後に美的感覚だけでなく美味しさにもセンスをお持ちの幸子先生が選んでくださったお菓子でティータイム。はい、ありますね。この近所にありますよね。そうですね。嬉しい。で最後にほら幸子さんが買ってきてくれた美味しいユーゴ&ビクトアのケーキもいただきます。とっても楽しかったです。やっぱり難しかったけど、でも幸子さんがこう教えてくださったので綺麗なケーキができました。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。コーワーキングスペースさんと幸子先生のインスタグラムは概要欄でご覧になってくださいね。ボネケ本舗。そのお花のレッスンの後、外に出てみると偶然ボンマルセのすぐそばの道で小さな飲みの市が開催されているのを発見。ちょっとそこを見てみることに。綺麗じゃない？道に並んだスタンドは本当に少なくて10軒と少しという感じ。でも思いがけず開催されていた飲みの市、嬉しいですね。ブランド品好きの英子さんが真剣にショーケースに見入っていますよ。かわいいね、それ。見て。本当だ。かわいい。ほら、これ悪くないですよ。28ユーロ6個で。C'est de la corne, hein. コーンの。ああ、コーン。Voilà. Les manches, c'est de la corne. Ah, d'accord. Voilà. Et quand c'est de la corne, il y a toujours... C'est un peu comme les troncs d'arbres, en fait. Il y a un centre
voyez, si vous regardez, Ah voilà. oui, oui, on voit, oui. Voilà. Et c'est 28,06 €. C'est pour dessert Ça, c'était pour le dessert. ouais. D'accord. C'est Est-ce des- qu'il y a des couteaux aussi pour ça? Non, j'ai pas de petits couteaux. ちっちゃいやつ。そうね。J'ai que ça en petit couteau. あ、オッケー。あ、だから、オッケー。ここもちょっとキラキラだね。なんかこれあれだね。クッキーとかなんか作るやつ？ナプキン人形？これって何なの？フルーツ食べるとき？なんだろうかわからない。聞いてみる？ Vous pouvez prendre beaucoup de choses, le sucre pour mettre sur les fraises, manger des fruits rouges. Voilà, c'est assez Pourquoi particulier. café aussi? Café, non. Moi, je dirais plutôt le dessert, les fruits. Ah, ok. Les fraises, les framboises. Ah, ok. Voilà, je vous la rends. ジョリジョリ。 Je vous en prie. なるほど。これ穴開いてんじゃん。これはね、なんかね、オリーブすくったりとか、サーディンとかオイルがあるやつをすくうときなんだって。なんだろうね。かわいいけど、やっぱセットで欲しいよね。ほんとさっきのが悪くない。あれでナイフがあったらよかった。ほら、ここもちっちゃいのあるけどね、クリストフル。でもやっぱり角の方が可愛くない？なんかデザートは。そ柔らかい感じで。ブランド品のヴィンテージも結構ありました。あ、ほら、これは再現小さいの。コーヒーカップはいらないよね。あ、ちょっとこれ見て。ほら、こんな見たことなくない？こんなアブレットのスープ？これ。そうかもね。私が見つけたのはこれ。そう。あ、でもいい感じ。すごい可愛い。で、これってナプキンなんていうんだっけ？キッチンタオルじゃないね。なんだっけ？ご飯食べる時のあれ？敷くやつ？には大きすぎる。なんだろう。でもやっぱキッチンタオルか。キッチンタオルでも短いよね、キッチンタオルにしては。でもキッチンタオルでいいんじゃない？でもキッチンタオルだっていらないなと思って、あれだったら欲しいなと思ったの。このテーブルに置くご飯食べる時の。これはちょっとでかすぎない？でかすぎる？こうやって引く？ちょっと残念じゃない？そうちっちゃすぎない？これ普通これぐらいのサイズ？なんだっけ？切ってここ。あ、やだ。Excuse-moi, monsieur. C'est quoi ça? C'est pour manger à table. Ah bon? Oui, Manger à vous mettez sur table. vous, oui, ou... ここにあるやつか。だから引くやつじゃない。comme ça. Comme ça ou sur vous, voilà, ça dépend. Ouais. 引くやつじゃない。OK. Merci. 知らないのっていう顔してびっくりしちゃったよ。だってね、この大きさってなくない？普通ナプキンって正方形じゃない？いえいえ、このぐらいの大きさのナプキンもありましたよね。どう？すごくないの。ここまでもやっぱり同じ系だな。ちょっと中途半端にシャビーだね。そうだね。だけどこれちっちゃい。悪くないね。このナイフないでしょ。フォークだけでもいいの？まあケーキ食べるときにね、そんなにナイフは使わないからね。でもさっきの方がいいよ。いいと思う。私あれは悪くないと思う。終わり。本当に小さな飲みの市でした。ボネケ本舗。こんにちは、ボネです。幸子さんのレッスンで私が作ったブーケがこちらです。幸子さんのブーケには遠く及ばないんですが、幸子さんのチョイスしてくださったお花の美しさのおかげでこんな感じのちょっとノスタルジックなアンティーク風な感じの色合いの
本当に女性らしいお花のブーケができました。先生の幸子さんなんですが、以前私の動画でランジスの市場へ一緒に行ってプロ用のブロカントのお店をご紹介したことがあります。あの時にランジスへご一緒していただいたのが今回の先生の幸子さんでした。幸子先生、ご覧いただいた通りの本当に穏やかなお優しい方で、先生がお選びになったお花も本当にお人柄を表していて、とても柔らかい雰囲気のお花たちでした。で、私はブーケを作ったのはこれで実は2回目です。1度目は皆様もご記憶にあるかもしれないんですが、ベルサイユにありますお花屋さんオードエスネさんで、フロリストのローリーさんに教えていただいて一度だけブーケを作ってみたことがあります。あの時はもうこれよりも小さめのブーケだったんですが、それでも本当に手の指がつりそうなぐらいにしんどかったです。で、これはそれよりも大きいので、ブーケの見た目とは違って結構ハードな作業でした。それを幸子先生は全くお顔に出さないでさささささっとブーケをお作りになってしまいました。本当に素晴らしいなと思いました。で、幸子先生のご指導でどうにかこんなに綺麗なブーケができました。これを持ってボンマルシェを歩いていたら店員の方に本当に綺麗なお花ですねと声をかけられてしまいました。とっても嬉しかったです。で、今回の会場になったアパルトマンなんですが、本当に素晴らしい場所でした。私がイメージするパリのアパルトマンでした。実はあそこは個人の所有のアパルトマンなんですが、ああいったイベントですとか個人の方があそこでお仕事をなさったりとかのコーワークプレイスとしても機能しています。パリのアパルトマンの一室がそのコーワークプレイスになっているというのは本当に素晴らしいアイデアだなと思いました。そこで飲み物を飲みながらゆったりお仕事ができます。そして今回のようにこれからいろいろなイベントなども開催されていくようです。詳しくは概要欄にアドレスを貼り付けておきますので、どうぞご覧になってくださいね。そして幸子先生のインスタのアドレスもともに貼り付けておきますね。パリにいらっしゃる機会があればぜひ幸子さんのパリらしいブーケのレッスンぜひ試してみてください。そしてこのお花の足元にあるのがボンマルシェ界隈で開催されていたプロのブロカント、そちらで買ったものです。私の大好きなブルーと白です。シンプルなクロスステッチが可愛いですよね。私がイメージするナプキンよりはかなり大きめです。なのでこれは何に使うんですかって伺ったんですが、やはり使い道はナプキンだそうです。大きいですよね。ボネケ本舗。今回のボンマルシェで買ってきたボウルでシリアルとフルーツの朝ごはん、最近気に入っているパンも添えて、コーヒーにはこれも最近続けているシナモンとココナッツオイルをプラス、このボウルに合わせていつもよりちょっとおしゃれに。オーツ麦、マンゴー、バナナ、ブルーベリー、ザクロ、ノアゼット、アーモンド、アーモンドミルク。ナッツはフライパンでロースト。パンはサンブーランジュリーで買ったドライフルーツとナッツ入りの自然酵母パン。シナモンは抗酸化作用があるし、ココナッツオイルは体の免疫力アップに。このかわいいボウル、買ってよかった。次の動画も楽しみになさっててくださいね。